どうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回は日本市場の週次レビューをお届けします。今週一番大きな問いは、やはり今で何が起きているのかということです。数字だけを見ると、日経平均とトピックスはそれぞれ1.1%と1.8%の上昇。この数字だけなら、意見するとかなりもやかで、特に何もなかった1週間に見えると思います。で数字だけ見ると大したことがないように見えますが、睡眠下ではかなり多くのことが動られていて、話すべきことが山ほどあります。なので、今回は少し長めです。それと、今回はいつもよりラフな回になります。あまり綺麗にまとまっていない点は背に放っておきます。それから翻訳と吹き替えも完璧ではないかもしれません。おかしなところがあったら申し訳ありません。英語がわかる方には英語版も用意していますので、リンクは概要欄に貼っておきます。では、本題に入ります。ポイントになる日付は2つ、7月30日と8月3日です。まず7月30日、日本の財務省が市場に介入し、現外に動きます。理由は単純で、現が安くなりすぎたからです。原案自体はここ数年ずっと続いてきた問題で、水準は歴史的な暗色圏にありました。4番は何年でも暗色圏に沈んだままで、これ以上ないというところまで弱くなっていました。さすがになんとかしないとという話になります。そこで財務省がいよいよズケラ元を買い始めます。で、ここが大事なんですが、その買い付けにはメドドルを使う必要があるんです。ここがどうでキャムいてきます。そして8月3日、ここでアメリカが動きます。ベッセント財務長官がこんなことを言い出すわけです。我も協力すると、米国はユーロ準備の一部を売り、日本と協調して元を買う。元を抑えるために動くというわけです。この間はいろいろな見方ができますが、まずは仕事を整理しましょう。改めて実系列を整理します。アメリカが介入に踏み切ると発表されたのが8月2日、8月3日には、メインは一気に157円台まで戻しました。ここ3ヶ月で最も原告の水準です。日米が変定限界にあごくのは、死に1998年以来28年ぶりになります。これは結構な出来事です。正直に言って歴史的なイベントだと思います。今週が数字の上では退屈に見えるのに、実際にはとても面白い一週間だった理由がここにあります。ただ、なぜこれが続かないのか、なぜアメリカが介入したのか、本当の論点はそこです。単純に考えれば、アメリカは日本と仲が良いから前儀で助けてくれたという話になります。でも、ここには理解しておくべき事情があります。日本政府が円のを買うと決めた時点で、その原資はドルでなければならない。ここが借りてきます。で、ドルの手持ちが心もとなくなってくると、日本は米国債を売らざるを得なくなります。米国債が売られるとどうなるか、アメリカの金利が押し上げられます。これはアメリカにとって困る話です。つまりアメリカには日本に米国債を売らせたくない強い投機がある。これがたまたまそうなっただけなのか、それとも高度な駆け引きがあったのかはわかりません。ただ日本が限界に動いたことが結果的にアメリカを協力せざるを得ない状況に追い込んだ。私はそう見ています。ここで出てくるのがファイマレポファシリティという仕組みです。確か2020年に整備されたもので、日本政府が米国債を売らずに済むようにする枠組みです。米国債を担保に差し入れて、その分だけドルを借りられる。売却ではなく、借り入れで、レーグ、今回はここが知りています。で、さらにアメリカがユーロ準備を買ってポンを買うという動きと並行して、この担保に関する制限そのものを悪められないか。という提案も出ています。つまり、必要なだけドルを借りられるようにして、その担保として米国債を使うという形です。これは実は個人の資産運用でもよくある話なんです。例えば、重複予想の方が、ある企業の主式やストックオプションを保有しているとします。その人たちは種を手放さずに、その種を担保にお金を借ります。そうすれば、種はそのまま持ち続けられて、含み分けも維持したまま、現金だけを首にできる。今回の話は、これと全く同じ構図を国と国のレベルでやっているわけです。ここ、結構大事だと思っています。さて、現行が進んだ営業として他にも面白い動きがいくつか出ています。実は少し矛盾したことが起きているんです。
どういう矛盾か、まずは決算から見ていきましょう。トヨタが火曜日に発表した第1四半期の決算です。純利益は1兆4.770億円。前年同期比でおよそ 1.8 倍ですから、かなりの増益ということになります。倍上げも 10% 増えて、13着5000億元台に乗せました。この他四半期のドル円の平均はおよそ110円。前年の同じ時期は145円程度でしたから、その差がかなり添いています。トヨタは海外で稼いで、元で急上する会社です。つまり、利益の多くはこの媒体差から生まれている。ここにおかしなことが起きているわけです。日本の主力諸種企業が過去最高益を出している。そのタイミングで国が現行方向に動かしに行く。つまり次の今年半期決算は現行の影響で権利になる可能性がある。押さえておきたいのはここで、収支企業は自国通貨が強くなると逆気が痛みます。これが基本です。基本、通貨が強くなると打撃を受ける。基本ですが、しておきます。一方で、好調だったセクターもあります。全体として AI と半導体周りは調子が良いです。ただソフトバンクグループは利益が 18% ほど減りました。倍上げ自体は13億ドルと悪くありませんし、オープン AI に200億ドルを追加投資しています。それでも著価は 4% ほど下げました。ただ、このオープン AI への投資については少し面白い見方ができると思っていて、1年か2年前であれば AI と言えば市場は反射的に食い抜いた、そういう空気がありました。ところが最近は少し様子が違います。アメリカのアマゾンやメタの決算を見ていても感じるのですが、この AI レスの中で誰が勝ち、誰が負けるのか。そこを市場が選別し始めている感じがあります。構造が少しずつはっきりしてきたとも言えます。そしてオープン AI のような投資権もかつてのような間違いない状態には見えなくなってきている、そんな空気を感じます。つまり、リスクがきちんと意識され始めた。ここは面白い変化です。ソニーは営業利益が 40% 増え、同劇の見通しも1兆何々億円に引き上げました。ただ同時にメモリーの価格上昇がコストを押し上げるという警告も出しています。今週の決算全体から一つ持ち帰るとすれば、メモリ問題がまた再燃してきているということかもしれません。任天堂にせよ、ソニーにせよ、ソフトバンクの投資戦にせよ、共通して見えてくるテーマです。今週でいくつかのタクソノミを見ていてそう感じました。ここは見ておきたい。ワーメンと現行がもたらす変化については、大体こんなところです。ここで少しだけ宣伝をさせてください。現行巨面でどの銘柄を持つべきかというテーマでレポートを書きました。コモリプロで公開しています。実際にポートフォリオも組んで運用しています。興味のある方はぜひ一度見てみてください。今のところ成績は良好です。ただ、現行がさらに進んだ時にどう動くかはこれから見ていきます。宣伝はこのくらいにして次に移ります。日本の個人消費です。あまり触れられたがらない数字で正直結構厳しい6月の家計調査では実地消費支出が前年同月比で 3.3% の減少。予想は 0.9% の増加でしたから 4% 近いイナフレです。これは良くない。かなり良くない。ただ年金は上がっています。市収入は名目で 3.9%、実施でも 2% 増。そこは救いです。つまり、日本で動く人の給料は増えている。にもかかわらず、中小に加える割合の方も増えているということです。増えた分をそのまま使うのではなく、松焼きに備えるためのクッションとして積み上げている。そういう構図に見えます。ここはアメリカとかなり違うところだと思います。アメリカの市場では人金が上がる、あるいは給付金が配られる、そういうレバーが引かれればお金はほぼ確実に消費に回ります。所得が増えたら使う。その反応がとにかくはっきりしている。昔からずっとそうでした。ところが日本ではその反応がなかなか返ってきません。日本人はその点でもう少し保守的なのかもしれません。ただこれは今の政権と18.3兆元の経済対策そのものへの疑問にもつながります。本来何を減らった政策だったのか、少なくともその意図通りには構えていない。ここは流せない話だと思います。ここも頭に入れておきたいところです。
次はトピックスの話に移ります。これは結構大きな話です。今週発表されたわけではありませんが、期限が近いので今話しておきます。600社を超える名病がトピックスから除外されることになります。指数全体の3分の1以上に当たるかなりの規模です。これは一度にまとめて起きるわけではなく、10月から始まっておよそ2年かけて段階的に進みます。とにかく大掛かりな見直しになります。ただ、ここでも面白いことが起きます。誰が除外されるのか。その基準は、東証上場企業のうち、副動種ベースの時価総額で下位 3% に入るメオベラです。そこに入ってしまうと外れる。そして各社に残された事件は8月末までです。ですから私が注目しているのは、特に中小製の企業が短期的には寒くけれど、長期的には自分の手を極めかねない失策に手を出すのかどうかという点です。ここは今月のあどころだと思います。詩の中には一度しか引けないレバというものがあります。何社がこの基準をクリアするのか、そしてその代償として、後から業績がアームケースがどれくらい出てくるのか、そこが気になります。いずれにしても指数の構成名病は、今のおよそ1.700社から1000社規模まで絞り込まれる見通しです。なかなかの所掌です。規模感で言うと、国内でトピックスに連動する運用資金はおよそ1兆ドル規模と言われています。かなり大きな資金が動く指数です。では、今週、そして今月何を見ておくべきか。やはり円です。国10円を再び超えて原案に戻るのか、それとも150円台まで現行が進むのか。あとご存じない方のために言っておくと、日銀は政策金力を 1% に抜き置きました。市場では 1.15% への引き上げもあり得るという見方がかなり出ています。日曜銀自身、目標としてきた 2% の物価上昇率を実際には上回っていくと見ています。人金が価格に転嫁され、原油国もあり、原案も書いている。政府からもインフレ対応がお手に変わればという警告が出ています。急激な値上げを見られる可能性があると。債券市場も大きく動いていて、10年無国債のレコマリは 2.9% に達しました。ここ数十年でどもも高い水準です。つまり、状況はこうです。もし元が再び160円を超えて下げるようなら、それは、明財務省がメナの安定と強さをトワムの場で守りきれなかったというサインになります。そうなると今度は圧力が日銀の方にやって通常のスケジュールの外で捉え上げを駆られるという展開が現実味を学びてきます。逆にギャマニンがこの水準をきちんと保つのであれば、今度は主種企業の利益が好んでいく可能性が高くなります。トヨタあたりに、まずそれが出てくるかもしれません。現行が続く限り、その圧縮は続きます。つまり、今週の日経とトピックスを押し上げたのと同じ企業群が介入がうまくいった場合には、むしろ市場から唾液を受けることになる。皮肉な話ですが、そういう構図です。では、まとめます。今日お話ししたかったことは大体以上です。簡単に振り返っておきます。数字だけを見れば今週の市場に大きな動きはありませんでした。ただ元についてはアメリカによる介入を含め相当軽い1週間でした。アメリカとしては日本に米国債を売らせたくない。そのためにルールを変えてでも米国債を担保にドルを借りられるようにするという話まで出ている。そこが今回の本質だと思います。個人消費の方は落ち込んでいます。その一方で、人銀の方は上がっている。そして女子企業は、現行がこのまま進んでいけば、これから苦しくなる可能性があります。さらに、トピックスからは、これから2年かけて600社が除外され、その締め切りはすぐそこまで来ています。もう一度だけ宣伝させてください。現行5面でどのメーカーカバラを持つべきかというレポートを公開しています。で、今月一番見るべきなのは、やはり円です。この水準を維持できるのか、現行が続くのか、それとも失敗して賃力が上がっていくのか。最後に、10分以上も私の話にお付き合いいただき、ありがとうございました。最後まで見てくださった方は、本当にすごいと思います。ぜひ、小森も見てみてください。市場の動きを終えるプラットフォームです。シグナルやリサチ、タクソノミなど、面白いものを見えています。それでは今日はこの辺でありがとう